皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。先日、ウクライナに供与された対空ミサイルシステムパトリオットが1日でロシア軍戦闘機3機を撃墜したというニュースを取り上げました。その続報が入っています。ウクライナ軍はさらに2機のロシア軍戦闘機を撃墜しており、ロシア空軍に大打撃を与えています。ロシア軍が地上戦で使っている人海戦術の場合だと、人間を主に損耗させるものですが、これはプーチン大統領にしてみれば、お金で釣ればいいであるとか、動員令をかければかき集めることができると考えているものです。一方で、戦闘機の場合だとそのようなすぐにでも生産できるものでもないし、かき集めることも非常に困難です。ですから1日で何機も戦闘機を失うというのは、ロシアにとっては非常に耐え難い打撃となります。そして、イギリス、フランスが供与した巡航ミサイルストームシャドウがロシアの黒海艦隊に大打撃を与えているニュースも入っています。強襲揚陸艦が大破炎上、大爆発をしたようなのです。その他、ロシア本国の政治状況、また、プーチン大統領の進める欧米に対する揺さぶりなどについても取り上げていきます。日本においては、ウクライナ情勢関連のニュースは、総合的に見れば減少傾向にありますから、このチャンネルの動画で、ウクライナ情勢についての情報を更新するのに役立ててください。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、パトリオット前線へ。立て続けにロシア軍戦闘機5機を撃墜。2、巡航ミサイル炸裂。ロシア軍の大型揚陸艦大爆発。3、ロシアの大統領選。反戦を主張する立候補者は出馬不可。4、プーチン停戦の意向。欧米を揺さぶる外交戦。今回の動画ではこの4つの話題について取り上げていきます。それではまず最初、パトリオットミサイルが前線に配備されることによって起きたロシア軍に対する大打撃。前回の情勢解説の動画においては、ロシア軍戦闘機3機を立て続けに撃墜したことをお伝えしました。対空ミサイルパトリオットは、射程が160キロほどあり、前線から少し離れたところに配置したとしても、かなりの広範囲に睨みを利かせることができます。こちらが撃墜されたロシア軍のスホーイ34。この34という数字なのですが、数値が増えれば増えるほど基本的には新しいものです。こちらが2023年12月22日、1日で戦闘機3機を撃墜したと発表するウクライナ軍。次に、2日後の25日には再び2機の戦闘機を撃墜したとウクライナが発表しています。25日の2機の戦闘機については、1機はスホーイ34、1機はスホーイ30です。この2機の戦闘機の撃墜は、おそらくはパトリオットミサイルではないと思われます。というのも、戦闘機を撃墜したヘルソン州戦域において、ロシア空軍が姿を見せなくなったからです。撃墜される以前であれば、ロシア空軍は何度となくウクライナ軍に対して滑空爆弾の空爆を行っており、1日100発程度の攻撃が行われていたというのです。ところが、1日で3機の戦闘機が撃墜された以降においては、ぱったりとその攻撃が止んだようです。ロシア軍もさすがにヘルソン州においては、迂闊な行動が取れなくなったのでしょう。しかし、その他の地域においては少し需要が変わったかもしれません。というのも、もともとあった防空兵器をパトリオットが更新することによって他の地域へと配置転換が行われ、対空防御力が他の戦域においても強化された可能性があります。そのため25日の戦闘機撃墜というのはそうしたパトリオットミサイルが配置されることによって他の地域での状況が変わってそれに伴う撃墜だった可能性があります。そしてスホーイ34は1機約5000万ドル、日本円では70億円以上する機体であり、しかも製造工場のラインでは年間の生産機数は1桁台だということです。数日の間に4機のスホイ34が撃墜された状況というものは、ロシア軍にとっては回復不可能な水準だと言えます。ちなみに、ヘルソン州においてロシア空軍機による爆撃が減ったという話、それが一体どれだけの違いを生むのかについて予備知識をご紹介します。地上で行われる遠距離攻撃にはロケットや榴弾砲といったものが使われます。そのうちロシア軍の榴弾砲について少し見ていくと、榴弾砲の弾、重さは約40キロ程度です。一方において戦闘機から放たれる滑空爆弾、こちらの方は1トン爆弾が用いられます。1000キロと40キロの差は非常に明確な爆発力の違いに現れます。一撃の破壊力としては圧倒的に航空機による爆撃の方が強いのです。一方で継続的な攻撃においては榴弾砲の方が優れていると言えます。し
かし、榴弾砲による攻撃の場合だと、塹壕陣地にこもっていればその被害はある程度防ぐことができます。それは第一次世界大戦当時、お互いに攻撃し合って、それでもなお戦線がほとんど動かなくなった塹壕戦に突入したことからもある程度は想像できることでしょう。一方で航空機による1トン爆弾というのはそうした塹壕陣地すらも大きな打撃を与えることができます。ですから戦闘機を近づけさせないようにするというのは相手方の攻撃力を大幅に減少させる効果があるわけです。次に、イギリス・フランスが供与している巡航ミサイルストームシャドウがロシア軍の大型揚陸艦を大爆発させました。今回ウクライナ軍が攻撃したのはフェオドシアという港です。この港に停泊している大型揚陸艦が攻撃を受けました。ウクライナ軍、ロシアの戦車揚陸艦を破壊と発表。ウクライナ軍はロシアが占領する南部クリミア半島への空爆でロシア海軍の戦車揚陸艦を破壊したと発表した。ウクライナ空軍の司令官は SNS テレグラムへの投稿でクリミア半島フェオドシアの港に停泊していた艦船ノボチェルカスクを破壊したと述べ、作戦に参加した兵士らに感謝の意を表した。イラン製の突撃ドローン、シャヒドが搭載されていたという。米軍のデータによると、ノボチェルカスクは全長 112.5 メートル、重量3450トンで、定員は乗組員約87人と兵士237人。空爆当時に何人乗っていたかは明らかでない。こちらの船が健在であった頃の様子。そしてこちらが攻撃を受け炎上している様子。攻撃による炎上の後、さらに大爆発が発生します。港で黒煙が上がっていることから多くの人が撮影しており、その撮影されている最中に二次爆発が発生しました。これが積み荷が爆発したものとみられます。ウクライナ軍がこうした一つ一つの戦果を丁寧に発表しているのは何といっても、欧米から供与された兵器が確実に役に立っていますよと、欧米側にしっかりと伝える役目を果たしています。ウクライナ軍がもともと持っていた対空ミサイルよりもパトリオットミサイルは数段上の性能があり、確実にロシア軍の戦闘機を撃墜することができます。また、ウクライナ軍が持っていない巡航ミサイルストームシャドウの性能は明らかにウクライナ軍の攻撃能力を飛躍的に向上させました。クリミア半島の奥地にあるロシア軍の活動範囲内へ攻撃することができ、ロシア軍の軍艦を撃沈することができるということを証明したいのです。欧米側に対して支援は決して無駄なものではないということが今、政治上においてもウクライナに求められている。だからこそそれに応えていますよと広報する、そのような作戦行動だと言えます。以前であればパトリオットミサイルは大都市部を守るための都市防空兵器として用いられていました。しかし、それは非常に守りの面が強く供与されたものが役に立っていますよということを伝えるにはどうしても活躍が分かりづらいものです。飛んできた巡航ミサイルや突撃ドローンを撃ち落としましたよというのは被害を少なくする効果はあっても撃ち落としたことそれ自体がニュースになることはないからです。一方で今回のように前線近くの都市に配備してロシア軍の戦闘機を次々と落とすことができれば、それに伴ってロシア軍に対する打撃もあるし、また味方の被害も防げるという一石二鳥の効果をもたらしています。また、欧米からの支援疲れといったものに対する一つの回答としても、もらったものは確実に役立てていますということを伝える意味でもメッセージ性はしっかりと確保されているわけです。次に、ロシアの大統領選挙について見ていきましょう。ロシア戦艦反体制元ジャーナリストの大統領選立候補を認めず、ロシア中央戦艦は来年3月の大統領選に立候補を届け出ていた反体制派の元テレビジャーナリストエカテリーナ・ドンツワ氏について提出書類に多数の違反があるとして立候補を認めないことを決めた。決定は全会一致。戦艦の委員長は決定後、ドンツワオ氏にあなたはまだ若く未来は揚々としている。いかなるマイナスもプラスに転じることができると述べ理解を求めた。一方、ドンツワオ氏は通信アプリのテレグラムに今回の政治的な決定は我々が自分たちの代表を要し当局の攻撃的論調とは異なる見解を表明する機会を奪うものだと投稿。戦艦の決定の撤回を求めて最高裁に提訴する考えを示した。戦艦の今回の決定で野党としての立場が明確な人物が3月の大統領選に立候補するのは認められないことが明らかになった。ロシア大統領府はプーチン氏は支
支持率が 80% 近くあり、社会の幅広い層から心からの支持を得ているため、選挙で勝利するとしている。この大統領府の声明というのが、まさに自分たちが何があっても勝つんだぞというその口実な部分です。それでは今回、大統領選に出馬することが認められなかったこの人物、どのような公約を掲げていたかご紹介します。ウクライナ侵略の停止、ロシアの民主化。ロシアは腐敗ランキングで137位と腐敗大国として知られています。大統領選挙においても、ほぼ八百長、もしくは票の不正操作はいつでも蔓延していると言われています。そして、プーチン大統領に対する反対意見を述べた人たちには政治犯の烙印が押されて刑務所へ送り込まれています。経済政策といった論点ではないことから、こうした政策を掲げる人に票が集まるということは、それがまさにプーチン大統領やプーチン政権に対する反対票がどれだけあるかを可視化することになります。そのため、このような人物が大統領選挙に出ることそれ自体をプーチン政権としては認めないのでしょう。また、今回このような政策を掲げていますが、一番のウクライナ侵略の停止について、戦争の兵士は男性で、それらの男性の家族たちがこの人物に投票する可能性があります。普段戦争反対が言えないような人も、大統領選挙の時には誰が誰に投票したかは基本的にわからないというのが前提になっていますから、この人物に投票する人物が静かに増える可能性は十分プーチン政権は考えているのでしょう。最後に、プーチン停戦の意向というニュースが流れています。これは欧米を揺さぶる外交戦だと私は見ています。プーチン氏が停戦以降、米欧への揺さぶりとの指摘も。アメリカのニューヨークタイムズは、ウクライナへの侵攻を続けるロシアのプーチン大統領が、領土の維持を前提として停戦に前向きな姿勢を示していると報じた。ウクライナの反転攻勢が停滞する中で、ロシアに有利な条件を引き出そうとしている可能性がある。また、支援疲れが広がる米欧に揺さぶりをかける狙いもありそうだ。ニューヨークタイムズが複数の米欧、ロシア政府関係者の情報をもとに伝えたところによると、プーチン氏は昨年9月に一方的に併合を宣言したウクライナ東部、南部4つの州の占領地域を維持するという条件で、今年9月頃から停戦に前向きな姿勢を水面下で示しているという。プーチン氏の意向は第三国を通じアメリカにも伝えられているという。6月から始まったウクライナの反転攻勢は米欧が期待したような戦果を上げられていない。ゼレンスキー大統領は2014年にロシアに一方的に併合されたウクライナ南部クリミア半島も含む領土の全面奪還を掲げるが、侵攻の長期化につれ国民の間にも態度の変化が見られる。キーウ国際社会学研究所の世論調査によると、和平のために領土を妥協できると答えた国民の割合は昨年12月の 8% から1年で 19% に増えた。一方、欧米では支援疲れが広がる。アメリカではウクライナの軍事支援予算がほぼ底をつき、追加予算を成立させるめどは立っていない。EU でもロシア寄りの姿勢を取るハンガリーの反対によって軍事支援を採択できなかった。10月7日に始まったイスラム組織ハマスとイスラエルの衝突によって国際的な関心も移りつつある。ロシアはこうした現状に鑑み、自国に有利な条件で決着をつけようとしている可能性がある。プーチン氏の公式見解は報道される内容より強硬的だ。プーチン大統領は14日の大型記者会見で、ウクライナの非ナチ化、非軍事化、中立化を達成するとした侵攻の目的は変わらないと強調。停戦の条件として、親ロ派政権の樹立や、ウクライナの NATO の加盟放棄などが念頭にあるとみられる。欧米から供与された対空ミサイルシステムパトリオットによってロシア軍の戦闘機を短い期間の間に撃墜することができた。また、同じく供与された兵器によってロシア軍の艦艇を破壊することができた。こういった話題が立て続けに発表されたのは、そうした戦果を発表することが欧米に対してもっと軍事支援を行ってくださいとアピールするためのものでしょう。そして実際に欧米からの支援がなくてはどうしても戦況としては苦しくならざるを得ません。ロシアとウクライナ単体においては国力差は1対10だと考えられますから、自力のままで戦えばロシア軍がいずれ戦線を食い破ってくることは十分考えられるわけです。もちろん今後アメリカ、EU の中において話がまとまってウクライナへの軍事支援が当初狙った規模で行われれば、再びウクライナ軍の戦力は増強され、ロシア軍が思ったように前進することはできないでしょう。また、継続的な支援に伴って、
ウクライナ軍が強化され続ければ、逆にじりじりと押されてくるのはロシア側となります。だからこそプーチン大統領としては、そうした周りの状況も考えると、欧米に対する揺さぶりをかけることが一つ駆け引きとして有効だろうと考えたのでしょう。それが停戦の意向を伝えることです。停戦の意向があったとしても、実際に停戦するとは限りません。これはあくまでも外交交渉のテクニックの一つで、交渉の席に着くということ、それ自体がアメリカやヨーロッパにおいて、戦争が終わりそうだなと少しでも思わせることができれば、それに伴って支援がピタリと止む、もしくは激減するといった効果を生み出す可能性はあります。さらには、どんな条件をつけるかによっても、この交渉の行方は変わります。プーチン大統領はウクライナに対して非ナチ化、つまりゼレンスキー政権は退陣せよ。次にウクライナ軍の非武装化、つまりウクライナ軍を解体せよと言い、そして第3に中立化、NATO のような軍事同盟には決して加わるなといった条件、この3つを掲げています。戦争を終わらせるためであれば、ロシアの要求を飲むべきだという人がいるかもしれませんが、この3つの条件を飲めば、確実にウクライナは滅亡への道をたどることとなります。現在、ロシア軍を押しとどめているウクライナ軍を解体すれば、当然のように誰が抵抗するのかといった話になります。軍隊が存在しない国において、軍隊を大規模にしようと考えているロシア軍が襲いかかれば、当然のようにあっという間に戦争は終わります。それはウクライナ全土が占領されるという未来しかありません。また、NATO に加盟する道も自ら放棄せよというのも、ウクライナ単独で戦う現状と同じことを定めるもので、ウクライナにとっては非常に厳しい未来が待っていることとなります。現在、ウクライナは侵略されているからこそ支援が受けられているのであり、停戦が成立しましたよ、もう戦争が終わりましたよとなれば、支援する機運はあっという間にしぼみます。それは今のような支援をするための論議が行われている状態よりもさらに悪化した、そもそも論議も全くない状態でウクライナへの支援は誰も言い出さないような状況へと発展する可能性があるのです。そのような状況で年月が過ぎるというのは確実にロシアの方が侵略のための準備を充実させることとなります。北朝鮮からわざわざ砲弾を買い付けるなんていう話をしているのは備蓄が足りなくなったからであり、年月があればそのような北朝鮮から砲弾を買わなくてもいいほどにしっかりと大量の砲弾をウクライナ側に撃ち込めるだけの備蓄を整えてからもう一回侵攻しようと考えることでしょう。戦車や戦闘機だってもっともっと作って兵士の訓練も積ませるかもしれません。停戦を少しでも匂わす。それによって欧米を揺さぶれるのであれば非常にコストなく外交成果を得られるというのがプーチン大統領の考えで、実際そのようになるかもしれないのです。こういった揺さぶりは基本的には欧米の首脳たちはこれがあくまでも駆け引きの一手に過ぎないとは分かっているのですが、問題なのはこのような報道が流れることによってプーチン大統領が平和を望んでいて、それを拒むのがウクライナだといったようなロシア側にとって都合のいいプロパガンダに簡単に騙される層が一定層いることです。それは何も支援をしている欧米だけではなく、日本においてもきっとこのようなプロパガンダに乗せられてしまう人はいるでしょう。停戦の意向という一見綺麗な言葉の裏にはどのような心理が隠れているかは十分考察しておく必要があるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナの戦場で起きている出来事は決して戦場だけの出来事としてではなく、その周りにある情勢との絡みも考慮しなければなりません。ピンポイントで成果を上げたとウクライナ軍が発表する一方において、まさにその成果を上げるのに使った兵器は欧米からの供与品で、そして欧米からの供与が激減することによって今ウクライナの地上軍はロシア軍との戦いにおいて苦戦しています。こうした戦場と国際情勢との絡みを見ていくことによって現在のウクライナ情勢への理解は深まることでしょう。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わった方は評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、また情報を整理するのに役立ったなという方は他の方へもぜひともお勧めしてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。